どうもこんにちは、レミコでーす。はい、というわけで今日は何をするかと言いますと、目の前に出てますね。はい、出てます。今日はね、こちらのモチーフをねちょろっと編んでいこうと思うんですよ。はい、ちょろっとね、これ以前言いました私。ちょっと待って、あれ準備が悪いな。はい、ですね、以前ちょろっと言ったかと思うんですけど、これね、これ私編んだのこっちなんですね。これ違う糸出してきましたけど、糸で編んだやつね。でこれと通常はね、本来はこうやって編むやつなんですよ。で何が違うのって、これ角っこ4つ目、鎖目4つにして、で穴ポコポコポコと、これ長編み2つ分の穴が開いてるんですね。ここ最後3つなんだけど、でこれは何が違うのって、これ角っこ3つにしてて、穴ポコは長編み1つ分の穴ポコポコなわけですね。最後も1つです。はい。でこっちの編み方してるんですよ。これはこっちの編み方してる。でなんでそんな編み方したのって言うと、どうもねこの穴ポコポコがね、私的にはちょっと大きいなーってちょっと思ってて、いやなんつうの、大きく編むんだったらいいんですけど、本来はここほら123で交差してるでしょ。本来の編み図とかよく出てるやつ見ると5個目で交差させてこうやってんだけど、大きくなるじゃないですか。そうするとすっごい大きくなるから、ちっちゃく編みたかったから3つにしたんですけど、3つにするとこの2つずつの穴がね、なんかねちょっとね、なんかでかいなーとね、なんかちょっとでかいなーって思ったんで、1個ずつにしましたみたいな。ちょっとちっちゃめに編んでおしとやかな感じしようかなっていうね。これがおしとやかじゃないのかって言われると、私的にはねちょっとね、そういうふうには見えなかったんだな。だからちょっと穴ちっちゃくしようと思って1個でやってるやつを編みましたっていうことで、その編み方をやっていこうと思います。いやただ2個を1個にするだけなんですけど、はい、2個を1個にするだけなんだけど、結構このなんつうのかな、このひし形中華なんつったらいいの、こういうのダイヤっていうのか分からんけども、これでなんかこう重ねていくのってなんか好きなんですよね。こうやってね、いいじゃないですか。基本的に私は一つのモチーフをこうつなげたところにもなんかこうつながって模様が出たりとか、角っこでまた模様が出たりっていうのはね、ほら可愛いじゃないですかね。私好きなんですよそれ。モザイク編みなんで好きかって言ったらそれもあるんですけど、なので今回はねこれやっていこうと思いますよ。はい。簡単なんですけど、ちょっとこれやっていこうと思う。はい。で使ってる糸今回はね DMC のブリオっていうビューティフルカラーエフェクトヤーンって書いてありますけど、言ったら段染めでございます。段染めのこの糸なんですけど、 100g で 345m ありまして、 80% がアクリルで 20% がウールでございます。結構ふわふわでも触った感じはやっぱりアクリルが80なんで、そういう感じ。ウールとはまだちょっと違う感じなんだけど、アクリル 100% よりはふわふわした感じで、これが糸の太さが4ミリって書いてあるのね。4ミリでゲージが22の28なんだけど、さすが DMC プラ紙ね、日本語でも書いてあるよって話なんだけども、でこれ4ミリなんだけど、4ミリって言うと何番だい、2.5、2.5、3、3.5、4、7、そうだから7号、今回使ってるのは7号のね針でね、逆、いつもの通り逆でございますけど、はい。でこれを使って編んでいくんですけど、編みかけがあるんでね、ちょっとこっちから出していきますけど、はい。じゃあこちらの糸を使って、でここ周囲をね編んでるのはこれいつものこの使ってるカチアのファマっていうやつ。ほんのりこっちの方が細いんですけど、ほんのりね細いんだけれども、ちょっと周り編むだけなのでいいかなと思って、ちょうどいいのがないの。これともうちょっと太いやつあるんだけど、いつも使ってるやつももうちょっと太いんだけど、それでやっちゃうとなんかちょっとボコボコなんか周りがえらいなんか主張するんでなのでほんのり細め、これだってでも一応ね3から 3.5 だからちょい細めではありますけど、なんとかなりますんで、はい。これを使って、やっていきます。本当にね同じ太さのやつがあるといいんだけど、ちょっとなかったんでね、はい。でも大丈夫です。周り編むだけなんで、はい。調整しながら編むんで、はい。じゃあこんな感じでちょっとやっていこうと思いますね。はい。というわけで早速始めていこうと思うんですけど、
まあ普通に中心取ります。一重二重一重でも二重でもどっちでもいいんですけど、二重にしとこうかね。二重12と巻いて抜いてプッとやってね、私の場合はですけどプッとやって、これで突っ込んで、はい、でとりあえず止めますね。はい、止めます。止めます。ギュッと止めて、でそしたらそこからまず鎖編みを12345やります。これは立ち上がりの2つの分と角っこの3つの鎖の分で5つになります。でそしたら長編みをまず3つ入れますね。はい、3つとりあえず入れてきます。で長編みを3つ入れたら角っこの123と入れて、でまた長編みを3つ、はい、で角っこ3つ123鎖編みで長編みを3つ、はい、で鎖編みを3つで長編みを最後2つですね。はい、2つ入れます。はい、でここの分が最後の1つになるんでね、長編みを2つ入れたらこれを締めます。糸端持ってピュッと引っ張って動いた方を締めますね。この二重になってるところの動いた方を引っ張って締めます。はい、こっちのはず、はい、こっちですね。ぎゅーっと締めてぎゅーっと締めて、はい、でそしたら糸端を引っ張って引き締めます。はい、はい、で鎖編みの部分、こっち側から数えた方が見やすいんで123が角っこの分の鎖編みなので、もう一つ下から2番目なんですけど、ここに入れて、でちょっとこれ持ってきながら引き抜きをします。引き抜いて、はい、こんな感じです。そうするとちょっと抜くところがちょっと低いんじゃないと思うけど、高さないんじゃないと思うけど、この方が綺麗に最終的には四角になるんでね。はい、でこれちょっとこっち入れといて、で引っ掛けて、はい、でもう一回角っこに引き抜きますね。これで目の位置をずらします。はい、でそしたら角っこ、これをまたちょっと持ってって、これ運んでいくんで一緒にね。で角っこ立ち上がる時なんですけど、ここと同じように考えたら5つ立ち上がるんじゃねと思うんですけど、1、2、3、4で立ち上がります。なぜかというとですね、ここは3つ角っこにしちゃうとちょっと大きくなっちゃうんですね。角っこの鎖の分を3つにしちゃうとちょっと大きくなるんで、こっちは4つでやります。立ち上がりに角っこに、それでやってきます。そうするとちょうどいい感じになります。角っこ4つ、はい、最初の立ち上がりのところはね。で2つ長編みを角っこの穴に入れます。でそしたらここですね。はい、ここ1目に1つずつ長編みを入れていきます。臨機応変に立ち上がりの数を変えます。いかに綺麗に見えるかね、いかにバランスよく見えるかっていうことに結構私重点を置いておりますので、はい、で3つ入れたら角っこに2つね長編み入れますね。喋りながら言ってて忘れちゃう説明を。はい、で角っこに2つ長編みを入れたら、ここは123と3つ鎖編みを入れて、また同じところに長編みを2つ入れます。はい、でそしたらまた1つずつ長編みを長編みの、頭のところに3つとりあえず3連チャンで入れますね。でまた角っこに長編みを2つ、
で角123と鎖編みをして、同じ穴にまたさらに長編みを2つ、こんな感じで1周していきます。はい、でそして最後1目に1つずつ123と入れたら、ここの立ち上がりとここの長編みの間にこの穴に入れるように、大きな穴に入れるようにもう一つ長編みを編みます。ちょいきつめ、気持ちきつめじゃないとちょっとこれだけビヨーンと伸びちゃうんで、ちょいきつめに入れたら、下から数えて12のところに目を入れて針を入れて引き抜きます。はい、引き抜きます。そしたらもう一つ隣に大きな穴の方に行って、もう一つ引き抜いて目をずらします。はい、こんな感じになりますね。はい、でそしたら同じように123で立ち上がって、で角っこに2つで、全ての長編みの上に1つずつ長編みを普通に入れていきます。で角っこに2つ長編み、角3つ鎖編みで、また角に同じところに2つ入れてっていう形で、1周はね、ここの段はこんな感じで入れてきます。はい、じゃあ全部1段編んでいこうと思います。はい、この段編んできました。なので最後またここ123残し、12か、12残して下から2番目、ここね、ここに鎖編みを入れて、鎖編みの頭に、鎖編みの目に針を入れて引き抜いて、で隣に移動してもう一回引き抜く。はい、こんな感じですね。とりあえずここまでこんな感じできましたね。結構大きくなるでしょ。だいたい同じぐらいの穴のサイズになると思います。はい、これをここと同じように3目取るつもりで、立ち上がっちゃうともっと大きくなっちゃうのね、ビヨーンと。そうするとここだけ穴が大きくなっちゃうんで、まあそんな感じで一つ少なめにして同じぐらいの大きさに揃えてます。はい、じゃあ次の段階ですね。次の段からどうするかっていうと、今123段ここまで編んできました。はい、3段目まで編んできました。私は3段でこう交差させたいので、このサイズにしてるんですけれども、そうじゃなくてもっと大きく編みたいって言ったら4段目まで編んで同じようにやってもらえればいいんですけど、どうしていくかというと、1234で立ち上がりますね。でまず2つ角っこに入れます。はい、で2つ穴を開けていく場合にはここで鎖目を2つ入れて、その2つ飛ばしたところからこうまた編んでいくんですけど、そうじゃなくって今回は1目だけなので、まず1つ長編みを入れます。でそしたら鎖編みを1つで1つ飛ばして長編みを入れていきます。で反対側も対象のところまで同じように入れていくんで、とりあえず長編みをいくつ入れるんだっけな、7つかな。3、4、5、6、7入れます。で、7入れたら残り2つになってるところで鎖目をして、鎖編みをして、そして最後の長編みのところに1つ長編み。で、さらに穴のところで2つ長編み。はい。で、角は1、2、3と。はい。同じことします。長編みを2つ入れて、1つ長編みをここで入れます。で、鎖編みを1つして、飛ばして、長編みを7つ入れます。2、3、4、
5、6、7。はい。で、そこで最後、ここの前段の鎖編み、長編みが2つ残ってるので、ここで鎖編みを1つして、最後の長編みのところに長編みを入れます。で、もう2つ穴に入れる。こんな感じですね、この段はね。はい。じゃあ、こんな感じなので、そのまま進んでいこうと思います。はい、最後、ここね、ここ入れたら、こことここの間、ここを忘れないように、はい、必ず入れて、で、下から2番目、ここに入れて引き抜きます。はい。で、もう一つ引き抜く。はい。はい。こういう感じになりました。角の穴と、ここの一つ空いてるとこの間に3つ入ってる感じですね。3つ入ってる感じ。はい。こんな感じになります。角の穴のとこに2つ入って1つ長編みの上に編んだ長編みがここ3つ入ってるって感じですね。穴と穴の間。はい。で、次。1、2、3、4で立ち上がったら、また長編みを今度2つまた入れて、で、そしたら、この穴の1つ先まで長編みを入れていきます。5つ入れますね。さらにここから1、2、3、4。はい。ここの穴に普通に入れて5と1目ここを編みます。穴の次まで。で、全部で7つ入りました。7つ入ったら、鎖編みを1つして飛ばして長編みを3つ入れますね。1、2、3。はい。で、ここで鎖編みを1つして、で、ここからまた長編みを1、7つですね。2、3、4、5を入れたら角っこに2つ。で、これで全部で7つ長編みが入りました。で、角っこ1、2、3。同じことの繰り返しですね。はい。角っこに2つ。で、さらに5つ、全部で7つ入れます。2、3、4、5。はい。で、鎖編みを1つして飛ばして3つ鎖編みじゃない長編みを、はい、長編みを入れます。で、1つ鎖編みをしたら飛ばして次のところから7つ長編みを入れます。この繰り返しです。3、4、5で6、7と入れますね。はい。じゃあこの段これで終わりにしていきます。1、2、3と。はい、ここまで編みました。引き抜いて移動をと。はい。こんな感じですね。はい。これで5段目まで編めました。はい。じゃあ次、最後の段でございます。はい。最後の段。早いっすよ。もう、一つね、4つで立ち上がって、まず2つ入れるね。1つ1枚30分あったら余裕で編めると思うんですけど、はい。じゃあ、ここから、じゃあまた、ずっと編んでいくんですけど、中心部まで、中心の方まで編んでいきますよ。ずーっと長編みを入れていきます。何個入れんだ何個入れるか数えてないからあれなんだけど、柄を見てやっていくからね。はい。で、とりあえずここの穴を塞いですから、穴の上を拾ってもう一つ編みますね。長編みを。
もう一つ編んだら鎖編みを一つで、そしたら一つ二つと、こっから端まで11かなね、3、4、5、6、7、8、9、10で10、11ですね。そうですね。全部で11。とりあえず穴過ぎたところ9入れたら端っこにさらに2つで11目ですね。はい。最終段はこんな感じです。もうすぐでしょ。すぐで。はい。すぐできるんですわ。なので、この段はこんな感じで一周終わりにしていこうと思います。はい。最後のところまで来ました。ここ最後編んだら、ここにね、もう一つ入れるのを忘れないようにします。はい。で、ここで一旦閉じます。色替えというよりも、私は閉じてしまいます。その方が綺麗にできるから。はい。はい。で、ちょん切ったら、こんな感じで、糸じゃない、針。はい。で、1、2、ここが立ち上がってる分なので、そのお隣ですね。そのお隣に、の下のとこ、こう、鎖目で終わらせるようにするので、目の下のところに針を入れて、で、同じ穴に戻して、はい、これでいいですね。で、あとは、ここがね、薄でっていうか、薄くなってるんで、ちょっと一本こっちに戻しますね。はい。これで厚みを揃えて、で、まあ、どっち側でもいいんですけど、どっちにしろ白で私は、囲っていってしまうので、まあ、ここにこうやって巻いていっちゃいますね。はい。適当でいいんですけど。はい。で、こんな感じで通しておきます。はい。はい、こんな感じですね。はい。これでとりあえずこの分が出来上がりました。じゃあ縁を編んでいこうと思います。縁を編むときは、まあ好きなところから始めてもらってもいいんですけど、私はですね、こことこの連れていく糸処理する分重なるのが嫌なのでターンします。ターンして。で、まあどっから始めてもらってもいいんですけど、こっから連れてく見えちゃうからこっちだね。やっぱりここだな。中心の隣2つ目。ここから私は始めます。これは、私が、米編みの、ティッシュボックスカバーを編んだ時と同じ方法なんですけど、目立たない立ち上がりね。はい。後ろに糸を当てて、とりあえず前に引き出します。はい。で、この方向で入ってたんですけど、これをこう抜いてパッタンと、ね、パッタンと下に倒しておきます。で、後ろから同じところに後ろから針を入れて、後ろに引き抜きます。こうやってね。持ってきて。そしたらこれ外さなくていいので、このままパッタンと倒れてたやつを起こします。起こして手前側から針を入れる。はい。針を入れて。で、あと、ここ今ちょっと引っ張ってね、目をちょっと締めてあげて、で、抜きます。はい。そうすると、私が言ってるこのエセ頭ですね。ここのエセ頭。わかんない場合があると、あれなので、一応エセ頭に入れときますね。ちょっとね。エセ頭に印を入れときます。エセ頭、ここです。これ。私が言うとこのエセ頭っちゅうのが、こう、糸が出てるとこのすぐ隣のこの2本ですね。この鎖みたいになってるところ、ここがエセ頭なので、これでちょっと目印をつけておきますね。わかんない人用のために。ね。わかんなくなっちゃうとあれだから。で、そしたら、こいつを持ってって、糸始末しながら進んでいきます。普通に細編みです。隣から普通に
1目に1目ずつ細編みを入れていきます。でここは全部すくっちゃっていいですね。はい、で糸処理をしながらになるので、少し他のこの糸が入ってくるのと入ってない部分との調整を考えながらちょっとするんですけど、ここだけがあんまりボコンとならないようにね、はい、糸処理をしつつ進んでいきます。であとは糸が裏の糸処理の糸がなくなったらちょっとゆったりめにね、なんせちょいと糸が細いもんですから。で角っこは1つ編んだら、さっきまでは3つだったんですけど2つにします。大きめの2つにします。これはモチーフを合わせる時用に、3つにしちゃうと奇数になっちゃって、ちょっと私的にはやりづらいんで、鎖編みをしたらここに細編みを1つ入れて、はい、でその先ずっと細編みをゆったり気分でしていきますね。なんせ糸がちょい細めなのでゆったり気分でございます。糸を引っ張らないように、はい、こんな感じで一周させていきます。なんかお腹が鳴ってるんだけど音入ってっかもしらんね。まあまあまあ、でもこれはね本当にね、この編み方は私は何だろう、透かし編みっていうほどでもないかもしれないけど、まあでも透かし模様っていうのかな。うん、ここね糸処理した、さっき糸処理したところ前段でここの糸をね、ここもちょっと気をつけて編みます。ボコッとならないように。このなんつうんだろう、透かし模様みたいな感じのこの編み方結構好きで、なんかいろんなそのなんつうの編み目があるじゃないですか。模様編み図なんだ、編み目模様違うな、編み方がねあるじゃないですか。うん。でもその中でもね、このなんつうの透かし模様系のやつっていうのは言ったら自分で好きなように結構できちゃうっていうかね、絵描くのと一緒な感じのところがあるんで、やっぱこういうのが好きなんだろうな私な。うん。すでにできてる模様をひたすら編むっていうのもいいんだけども、こうやってなんか自分の好きな、なんて言ったらいいの、絵描けそうじゃない？だってこれ描いてる人もいるでしょね。穴ぼこボコボコ開かせながらこうなんつうの、柄つか絵みたいに、やる人もいるんで、暖房がついたな、切ってたはずなのに、切ってたっていうのはあれだけども、サーモスタットが勝手に働いてちょっと動く状態になってるんであれなんですけど、いやでもね寒いわ。とにかくねここねしばらく前からね、なんだろう、日本のいうとこの台風みたいな、要は嵐ですけど、それがねあれなんですよ、来てるんですよフランスね。でこの前2日この前ちか2日前か2日前に通り過ぎたんだけど、また新しいのが今日来てるっていうことで、だけどその被害がねやっぱり大きく出てるのが、大西洋沿岸地域ブルターニュとかね、そっちの方なんですけど、でこっちの方はまあ風は少々強いですよね。で雨もちょっと降ったり、今朝もちょっと降ってたんだけど降ったりしてますよ。なのにね、なんだ昨日一昨日だっけな、忘れちゃったな。いつだっけ、今日何曜日？今日土曜日か。土曜日だから、木曜日か。木曜日だか水曜日だか忘れちゃったけど、なんかうちの近所のうちの近所とかうちの路線、パリ行く路線の電車も電車止めるとか言ってて、あんまり関係ないじゃんと思いながらも、大事を取って止めるとかつって、まあ日本もね台風の時止まるじゃないですか。でも、なんて言ったらいいんだろうな、それ利用して止めてませんかみたいな。うちの路線3路線に分かれるんですけど、パリから出てからね、その一番人が使うメインの路線は止めないけど、うちの方とかもう一つの路線の方は止めるってどういうことよってどんだけサボりたいのっていう話なんですけど、まあまあ別に出かける予定もなかったんで、いいんですけどね。いやそんな感じで皆さんあれですよ、好きあればっていう感じでね。で結局はそれほど風も強く吹くこともなく、そこそこ吹きましたけど、でも
全然問題なかったね。なんで電車止めるってどういうんっていう話なんですけど、でまた新しいのが来るらしいんで冬はねとにかく風強くてね、で前回のだからその2日前に来たやつはかなり被害もたらしましてですね。はい、はい、じゃあこれちょっと取って最後締めますけど、このエセ頭のところ、ここですね。ここでもね普通だったらねこう立ち上がってまた次の段行く時はねそのまま行けばいいんですけど、そうじゃないんで、はい、これ切って終わりです。最後編まないまま終わりにしますね。はい、気にしなくていいです。何のためにじゃあつけたんだって話なんですけど、一応 S 頭っていうのを理解していただこうと思いました。ここに S 頭があったわけですね。これ見ていただくと分かると思うんですけど、ここに留めてたわけです。でもここにさらに頭を作ってあげればいいだけなので、その先に行きますね。はい、その先に針を入れてあげて、ここで鎖目で、終了ですね。はい。はい、こんな感じですね。これで今最初のエセ頭のところに頭を作ってあげる感じです。でそれでまた戻ってもらって厚みをちゃんと作ってあげて、はい、そうするとあんまり目立たない、立ち上がりがね、途中でこう始めてもそんなに目立たないいう感じでございます。そしたら適当に後ろで最後止めてあげればいいと思うんで、ぐさ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 っと。よし、そうそう、結構の被害が出て、でそれでなんだ大潮も重なりまして、なのでかなりの被害が出ましたね。なんか1階が沈没っていうか冠水しちゃった結構な高さでみたいなところもあったりとかで、これもちゃんと糸処理してるからいいかね、切っちゃいます。はい、こんな感じ。いやーでもほんと必ずそうやって水が出ちゃうんですよね、毎年フランスも何らかの形で。結構水がトスカーナの方もまた洪水になってたね、だからそれの影響でね。だからちょっとまた冬になるとそういう嵐がフランスっていうかヨーロッパ来るんでね。はい、いやこんな感じでできました。はい、でこれをねピシッとこうになってるのは一応アイロン かけてる、アイロン中かなんちゅうのなんだ蒸気スチームだスチームかけてるからなんですけど、こんな感じでできましたよと。でちょっとねこう毛糸物なのでね形を整えてあげて、そうするとこういう形になります。はい、できました。はい、じゃあこんな感じでね今回はねモチーフができたんですけど、じゃあこれで何しようって話ですよね。これで何しようって話なんですけど、はい、編みました。はい、こんだけかなりの量だと思います。これでね最後の1枚だったんです。36枚編みました。36枚あるんですよこれ。頑張って編んだよ。頑張って編んだ。1枚だいたいね25分ぐらいで編めるんだけど、これ全部で、36枚編みました。次回はですねこの36枚をつなげてブランケットにしていこうと思います。ブランケット膝掛けわかんないけど、このモチーフをつなげるっていうのを次回やっていこうと思います。というわけで、今日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。というわけで、次回もまたすぐにお会いしましょう。本日はここまで。さよなら。というわけでね、そうなの。嵐が来てて、フランスはいつもそうやって水が出る。そう。今回の、だから前回、さっき言おうとしてたことよ。前回、その2日前だか3日前だかに来たやつは、ブルターニュの一番西の端、プアン・デュ・ラっていう、ラ岬っていうのがあるんですけど、そこで瞬間最大風速200メートルパーアーっていうことで、アワーですね。だから時速200キロの日本の風速とちょっと違うんですよ、数え方がね。でも、なんか髪の毛止めてた、俺が。かんざしが抜けた。なんつったらいいの？だから車の速度と一緒ですよ。時速 200km の風が記録だそうです。という感じで吹きました。はい。いや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 、すんごい風ですねっていうことでね、かなり木が倒れたりとか、ね、その倒れた木が家に当たったりとかっていうことが毎年あるんです。そんな感じで。でもね、うちの方はそんなに、強くないからあれなんですけれども、なるべくそういったね被害のないようにね皆さんね
過ごしてほしいなと思いますけれども、まあ自然相手なんでどうしようもないなっていうところもありますが、まあバカンスのシーズンでブラターニュ行ってた人、最悪って話ですね。最後になってね、もうだって来週から学校また始まるからみんな移動しなきゃいけないのにさっていう話でね、なかなかあれみたいですよ。パリから向こうに戻る路線とかも大変みたいで、今日土曜日なんですけど、線路がねそのせいで塞がっちゃってたりとかして帰れないとかね、なんかテレビでやってましたけどね、大変ですね。日本の台風も大変だけど、こっちの嵐も大変でございますというわけでございます。はい、じゃあね、何の話してんだ、まあいいか、そんなこともあるよっていう話だよね。はい、バイバイ。